本日はですね、原宿の超人気サロンベチカのクリエイティブディレクター内田総一郎さんに来てもらいました。よろしくお願いします。いつも私たちがベチカに来ていて、いつもソウさんに髪の毛やってもらってるので、そう普段はね何歳ぐらいからの付き合い？私は16歳。5年とかじゃん。4年とか4年とか 16？ 20歳になったなった4年ですか。4年です。今の仕事、美容師という仕事を志したきっかけとかって何ですか？いきなり真面目な質問からね、はい、いきなり結構真面目な質問から。18から実は美容師やってるんですよ。今年で何年目だ？12年ぐらい経つんですけど、最初はですね、僕神奈川が出身なんですけど、当時アルバイトをやっていてピザ屋の配達をやってたんですね。ピザ屋の配達をやってて、そこからたまたまよく行く美容室があったんです、配達に。ちょっとそこがおしゃれだったんですよ、神奈川県内で。そこに髪の切り行ったわけ。それをきっかけに。そしたらなんかそこのサロンの人と結構仲良くなって、でそこから結構髪型とかすごい目覚めて。その時がその髪型とかおしゃれとかそうだった。だから今まではね、割と神奈川って結構ヤンキーが多かったからね、ちょっとヤンキーっぽかったみんな。俺ヤンキーじゃなかったんだけどエセヤンキーみたいな、ギャルをみたいな、そうが強かったんだけど、それからおしゃれ、原宿っぽい感じっていうか、そういうのに目覚めて、それのきっかけを与えてくれた人が美容師いいんじゃないって言ってくれて、初めて聞いたこんな真面目な話。ないもんね。4年も付き合ってるね。そうなんですよ。びっくり。そうなんだ。そこから美容師をスタートしたんですよね。東京に来たのは東京に来たのは23の時ですよ。でその時に右も左も分かんない中で、美容師やった中で、今働いてる会社のオーナーに出会ったんですよ。今まではもちろん美容師っていう職業をちゃんと真摯な姿勢でやったんだけど、やっぱり知らないことがいっぱいあったんで、例えば2人もさ早く出てきてさ、例えばカルチャー的なもの、ファッションもそうだし、カルチャーもそうだし、例えばアートもそうだし、音楽もそうだし、そういうことに対してちょっとアンテナの感度がまだ低かったと思うんだよ、東京出てくる前は。で感度がやっぱり高く一気にグッてなり始めたのが、やっぱりそういう人たちと出会って、原宿で働くっていうことを始めたの。それが、23の時に。じゃあその今のオーナーさんと出会ってなかったら今の内田総一郎はない。いやもうそうだね。オーナーを取り巻くうちの会社っていうものだよね。すごい貪欲な人がいっぱいいたわけよ。同期っていうか、海外行って仕事して、本当に防具の表紙のヘアメイクやってたりとか、本当にそういう人たちがその当時集まってたわけで、その当時横浜から出てきて、ちゃんとそれなりに3年間美容師やって、それなりにできる自信もあったんだけど、それはただ利用できるだけだったんですね。そこにカルチャーとかそういうじゃあ音楽が好きとか、じゃあいろんなカルチャーが好きとか、そういうことが大事だなっていう、その要は自分のバックグラウンドがあって人に発信できるっていうのが初めて大事だなと思ったのがそれ。おしゃれキング。そうで、それもそれもそこに入ってくるんだけども、僕おしゃれキングだったチョキチョキカリスマ読者モデルだったんで。おしゃれキング何年やりました？だから24から28ぐらいまでしたのかな、結局。読んでた、見てた。そう、最初はキングって思ったでしょ。そうだからキングから今じゃもうただのねアイドルのおじさんとしか見てないと思うけど、でしょ。初めてだから高校生の時にベチカにお話されて、でベチカの人から電話かかってきたと思って、じゃあ今からちょっとソウさんに変わるから、内田さんに変わるからって言われて、うわキングと思って
聞いてください、言ってあげて。超緊張し瀬戸た。あゆみが当時憧れてた喋るのも緊張した人が内田です。あげますね。あげますね。自分は天才型か天才か凡人か。天才を演じてる凡人からおお。そうだから天才になりたい欲はすごいあるけど、もうすごいどっちかって言ったら下積みして勉強してそういうのを余裕でやってる感じに見せたい人ってリサーチ好きなんだよね、基本的には。だから美容もそうだし、ファッションもそうだし、だから本とかも見るし、だからそういうこうアンテナをこうあってこうインプットはしたいタイプ。最初はもうおしゃれキングで話すの緊張してたけど、からアニメ好き好き、アイドル好き好きおじさん一緒になったどこのタイミングなんだろう。でも本当になんか普通に髪の毛お願いしてこうやって座ってたら、ちょっとこれ見てよって言って iPad をスッと持ってきてここに置かれてももクロのココナッツのそうそうのがそうそう今俺これ来てると思うんだよね。そう全然誰ももクロとか騒いでなかった時にココナッツのピーを見せられて、営業後にダンスレッスンとかもしましたね。してたそうしてたしてたね。ムービー撮って今やるぞとか言ってこうやってそういう話はもうカットでそういうのは別にいらない。営業後のくたくたの体のはずなのにダンスいや、じゃあもっとキレッキレ素敵な部分言ってもらっていいかな。素敵な部分素敵な部分もね。ソウさんがそのプライベートでか、私はそっちの方ばっかの方が知ってるけど、ふとした時にドロップ東京のブログとかソウさんのベチカのホームページとかをパッと見た時に、そういいブログこの人ちゃんと仕事してるんだなっていう、そう書いてる人はね、一回ね読んだ方がいい。読んだことありますよ、ある1回ぐらい。涙流してる多分読み終わってる多分。そんなに傑作なんですか？ひいては僕の著書である自分の見つけ方っていうのが、まあ、この辺に多分こう出てくると思うんですけど、映像的に自分の見つけ方、自分の見つけ方っていうのを読んでいただけるといいんじゃないですかね。でもそれでもやっぱりソウさんのその多面性じゃないけども、そのベチカの内田総一郎があり、そのドロップ東京のブログでの内田総一郎があり、ツイッター上での内田総一郎がありっていう、その多面性がね、ソウさんの魅力であったりするわけですよ。そうなるほどね。今ハマっているアニメとかアイドルはズバリ何ですかね。今そんなディープな話までいいブライブもうやっぱラブライブですよね。カメラに向かってラブライブなんだろうね、本当に人生と言っても過言ではない。本当ですか。そんないいですか？原宿とアニメをつなぐ人でしょうかっていうフリップが出ましたけどそういう意識は別にまあ言ってもね、本当にこう例えばアニメ文化っていうのはもっと奥深くて、もっとこうする人もいっぱいいるわけで、そういう、まあ、それこそさ今のキャリーちゃんでもそうだし、まあ、そういうこうなんかポップカルチャーじゃないですか、ああいうものって。ああいうものが今はまあ別に僕と言わずにもうみんな好きだと思うの。それが今トレンドになって、それがひいてはファッションになってるから、もう別に俺がどうこうっていうよりかはもうそういう流れがもう今あるから、もうそこに俺も乗っからせてもらってる意識が強いからね。俺からしてみれば2人もこうアニメに近い立ち位置な気がするの、俺は。特に瀬戸もなんかさ、やっぱりこうアニメから出てきた子みたいな。でも変な話、みんなから見たら二次元でしか見てない子の方が多いわけじゃないですか。そうだよね。そう、あれ二次元なの。そうなんですよ。結構二次元な人物そうです。だから結構三次元だったりすると、お客さんなんて「瀬戸ちゃんって本当にいるんですか?」って言ってたのがどうかなとかいるでしょう。だからそういうのって今のなんかこうトレンドじゃないですか。まあそういう本当にこう想像してたものがそのまま具体化するっていうのが、まあ、くるみにしても瀬戸にしてもそういう立ち位置とアニメっていうのは非常に近いと思うんですよ。素晴らしいですよ。自分の自信になっているものとか、自分の支えとか。例えば読者モデルやってたとか、まあ、DJ やってるとか、まあ、美容師やってる中のそれ以外の側面で
自分の武器としてるものっていうのがあるわけなんだけど、そういうのがやっぱりこう結果としてこう例えばそういうことをフューチャーして美容にこう落とし込めてるなっていうのが実感できてる時だよね。例えば今だったらこう今全国的にセミナーとかやらせてもらってるんだけど、そういうのって例えば美容師としていく側面もありながらも、その人間力を高めていこうみたいなことも言わせてもらってる。それがこう美容業界としてじゃあそういう美容師ももちろん頑張るんだけど、じゃあそういうマルチになんかいろんなことに興味持っていって、それが人間力を上げて最終的にじゃあお客さんへつながっていくよっていうことを言える美容師っていうのが多分もう今までそんなになかったんです。そういうことができてるなっていう今土台が感じてるっていうのはやっぱ自信になるかも。セミナーに行くことによってそう、そういうのはやっぱ新しいなっていうキャラをちゃんと確立できてるねえ真面目だ真面目そう真面目だよね。なんか孫さんがこんなことを言うなんて知らなかったから、なんか一個一個の言葉がすごい重く感じる。本当？いやそうですよ。重みを感じる。重みを感じてる。そろそろ最後になりましたけど、今の若い人に向けてのメッセージとかありましたら。メッセージですか。はい。みんな好きを夢を実現、好きを実現してるものだと思うんですね。美容師もこういうモデルさんっていう職業もなんで、恥ずかしがらずに好きなものを好きってみんなに言ってどんどん発信していきましょう。でも本当好きと言い続けることは本当に大事だと思う。そうじゃん。だから車だってさ、そういろんなカルチャーとかさ、今だったらさ、そういう好きって言ったからみんなばあさんに会えたし。そうでしょ。思います思います。ありがとうございます。はい、今日は長い時間ありがとうございました。はい、ベチカのクリエイティブディレクター岸田総一郎さんでした。ベチカに来に行って。ベチカに来てね。ベチカに来てね。そうみたい。ライブを見よう。だからももクロも好きで、ももクロも好きっていう以前の問題でしょ。家族みたいなもんですか。そう好きって言われても好きみたいな。ももクロはもう体内に流れてるみたいな。血と一緒です。酸素と空気です。